はい、こんにちは、梅野です。本日は桜の写真を撮っていきたいと思います。はい、河川敷の桜を撮りに来たんですけれども、今まだ2月の中旬なんですけれども、すでにちょっと葉桜になってはきているんですけれども、ピンクの花がしっかり咲いてくれてますので、緑とピンクの色を入れて撮ることで綺麗に撮れるんじゃないかなと思います。それでは撮っていきましょう。はい、1枚目ここから撮っていきます。ここの桜を撮っていきたいんですけれども、ここの木がV 字に分かれてくれてますので、これを生かして撮ってみたいかなと思います。ピントを合わせる桜はもう日の丸構図ど真ん中に配置しまして、で上にある桜を前ボケに使います。でこの V 字と上を横で締めることで三角構図の額縁構図みたいにしてど真ん中にピントを合わせた桜を配置して撮ってみます。はい、カメラの設定していきます。 F 値は4にちょっと絞りまして、花びらにしっかりピントが合うように設定しました。今日は風が強くて花も結構動きますので、多少撮る瞬間にずれたとしても、ピントが合うように 2.8 じゃなくて4に設定しています。シャッタースピードは2000分の1秒出てましたので、ISO感度は100で OK です。露出プラマイゼロのハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ど真ん中に桜を配置しまして、木の枝と上の前ボケで三角形を作って、三角構図の額縁構図みたいな感じで撮ってみました。で他のところには光が当たってないんですけれども、ど真ん中の桜にだけ太陽の光が当たってますので、どの写真を撮りたかったのかが明確になりやすいかと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次ここから撮っていきます。今度は逆光のポジションに構えまして、この先端にある桜を狙って撮っていきます。この桜の後ろはまだ桜が続いてまして、光が当たっている桜とか葉っぱとかがありますので、この一番手前にピントを合わせることで背景が玉ボケになります。光っている桜のところとか葉っぱがピンク色とか緑色の玉ボケになるかと思いますので、多分華やかな写真になってくれるはずなので、これをピント合わせて撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。ここは F 値5に絞って、手前の桜にしっかりピントを合わせて、背景の玉ボケをしっかりと丸型にして綺麗な形で撮っていきます。シャッタースピードは400分の1秒出てましたので、ISO感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。これも日の丸構図ど真ん中に配置して撮りまして、背景を玉ボケで埋めるような感じの写真で撮ってみました。後ろに光の玉ボケじゃなくて、桜の反射した玉ボケとか葉っぱが反射した玉ボケがありますので、いろんな色の玉ボケが入って綺麗かなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここから撮っていきます。ここも逆光のポジションになってまして、桜の木があって、でそのど真ん中付近、これですね、これが太陽の光が当たって透けて綺麗なので、そこにピント合わせて撮っていきます。で背景のところの光が透けている桜が玉ボケになってくれますので、そこにピントを合わせて F 値を開放 F 値にして撮ることで、玉ボケを使った写真を撮ることができます。でただ玉ボケがいっぱいある写真はさっき撮りましたので、ピント合わせて玉ボケがあって、でちょっと引くと、ここは明るいんですけど他はちょっと暗くなってますので、周辺原光みたいな、ど真ん中が明るくて端っこはちょっと暗いみたいな写真を周辺原光させなくても撮れると思いますので、そういう写真を狙って撮ってみたいと思います。はい、カメラの設定していきます。 F 値は 2.8 の開放 F 値にして背景をボケさせて撮っていきます。
シャッタースピードは4000分の1秒出てますので、ISO 感度は100で OK です。ここも露出をちょっと下げて、明るいところの周りをできるだけ暗くなるようにマイナス 0.3 に設定しました。速攻モードはマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。手前の桜の花びらが光につけている、そこにピントを合わせて、で背景はこの玉ボケを使って撮っています。で玉ボケも白い玉ボケじゃなくて、ピンク色とか緑の玉ボケとかありますので綺麗かなと思います。で画面全体が玉ボケじゃなくて、周辺原稿する位置のところはちょっと暗くなるように位置を決めてまして、真ん中付近に玉ボケが集まって周辺はちょっと暗いっていう感じになってますので、ピント合わせた桜の方に目が行きやすいような写真にしてみました。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここから撮っていきます。この先端のところにある枝が、桜の花びらとで緑の葉っぱがもうちょろちょろ出てきてまして、で綺麗かなと思ったのでここ撮っていきます。で逆光のポジションになりますので、花びらは明るいんですけれども、桜の木の枝はちょっと黒く潰れる感じで撮れるかなと思います。で背景ここすごいごちゃごちゃしてると思うんですけれども、あそこのシャッターを使わせてもらうことで、シンプルな背景にできると思いますので、画面の右下からひょろっと伸びてきている風に望遠レンズで切り取って撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。 F 値は4に設定しまして、ちょっとピントが合うような設定にしています。あんまり絞りすぎると F 値6とか7とか上げていくと後ろの背景のシャッターがくっきりしてきてしまいますので、F 値4ぐらいに設定しました。シャッタースピードはだいたい1000分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。露出値はプラマイ0に設定しまして、ハイライト重点速攻を使うことでつけた花びらは綺麗に写りまして、桜の枝の部分は黒く潰れて印象的な写真になるんじゃないかと思ったので、ハイライト重点速攻に設定して撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。画面の右下の方からひょろひょろっと伸びてきまして、で桜の花ともう生えてきている緑の葉っぱを一緒に入れて撮ってみました。ハイライト重点速攻を使ったことで花びらのところは適正露出になりまして、桜の枝のところ下側は暗く潰れて、上のところは太陽の光が反射して白くなってますので、結構綺麗な露出になったんじゃないかなと思います。で背景は工場なので結構ごちゃごちゃしてるんですけれども、シャッターのところを使って切り取ることで、シンプルな背景にすることができています。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここの上を見上げて桜を撮っていきたいと思います。ちょっと晴れてきまして青空が出てきましたので、上を見上げるような感じで桜を撮ることで青空の色とピンクの桜の花の色が入ると思いますので、ここ撮っていきます。で普通に撮るとちょっとごちゃごちゃしてしまうかなと思いますので、ここも桜の木の枝の間から狙っていきまして、ちょうど抜けたところの先にある桜の花にピント合わせて撮っていきます。そうすることでど真ん中にピントがあった桜の花があって、その周りを桜の前ボケで囲むことができると思いますので、ここからハイアングル、ローアングルか、ローアングルで撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。F 値は 2.8 に設定して前ボケをしっかりボケさせて撮っていきます。シャッタースピードは2000分の1秒出てましたので ISO 感度は100で OK です。露出プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。桜の枝の間から狙いまして撮りましたので、桜に囲まれたような前ボケで奥の桜の花にピント合わせて撮りました。前ボケと日の丸ポーズの丸の感じを前ボケが描いてくれてますので、ど真ん中に目線が集中する写真になっていいんじゃないかなと思います。
一見難しそうに見えるかもしれないんですけど、本当にもうただ桜の枝の中からこう抜けている背景がないか探して、でそこにちょうど桜の花があればこういう写真簡単に撮れますので、これから桜のシーズンの時にぜひ上を見上げて探してみてください。はい、最後はここから撮っていきましょう。ちょっと位置が結構遠いんですけど、この暗い木があって、その横から枝が伸びてるんですけれども、その途中にポツンと桜の花が咲いてまして、でサイド光で光が当たってますので立体感が出やすいのと、ここの真ん中の枝のところも木漏れ日が落ちて綺麗だったので、そこを撮っていきます。で華やかな写真ではないんですけれども、僕の好きなちょっと寂しげな雰囲気の写真を撮れるので、ここを撮っていきます。で画面の左側にピント合わせたお花を配置して、で反対側のところとか上とか下とかちょっと余白を残してあげることで儚さとかそういうのを表現できますので、撮っていきましょう。はい、カメラの設定していきます。ちょっとこれレンズを変えましたので、撮り用に持ってきてたんですけど、今日撮りがいなかったので活躍しなかったんですけど、最後に活躍しました。開放 F 値が 4.5 になっていますので、このまま開放 F 値で撮っていきます。シャッタースピードは500分の1秒出てますので、ISO感度100で OK です。露出プラマイゼロのハイライト重点速攻を使って木漏れ日の質感をより強調して撮っていきたいと思います。はい、撮った写真がこんな感じになります。画面の、左側に撮った桜を配置しまして、右側の方は大きく空間を空けて撮っています。で撮りたい被写体を小さめに撮ることで、儚げな雰囲気を出せるのと、桜の枝のところに光が木漏れ日が落ちて綺麗なので、余計儚げな雰囲気を出せたんじゃないかなと思います。で儚い写真を撮るときは、逆光とか順光よりサイド光の方がこう雰囲気を出して撮りやすいので、ぜひよかったら狙ってみてください。はい、本日は桜の写真を撮りに来ておりました。早咲きの桜になってるんですけれども、今年はちょっと暖かかったみたいで、すでにちょっと葉桜にはなってきてたんですけれども、まだ綺麗なところもありましたので、一応綺麗に撮影できたんじゃないかなと思います。でこれからも、早咲きの桜とか、本番の桜とかいろいろありますので、今回の動画で参考になるところがあれば、真似していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。